進化の頂点、最先端にいるのが僕はイカだと思うんですよね。来た来たよ。はい、こんにちは、怪魚ハンターの小塚拓也です。今回はバリバスさんから発売されております、エギングマックスパワー PX9、新アリ構造で腰が強いこのラインを使ってですね、釣りをしていきたいなと思ってます。エギングマックスパワー PX9 の特性を生かしてね、追いかけていきたいなと思います。南札の G ソに来ました。今ようやく明るくなってきたんで、このタイミングで朝まずめ狙ってみたいと思います。まあ基本的にはイカはあんまり速すぎる潮は好きじゃないので、こういうワンドがあるような、風裏になる場所ですね。基本今干潮、干潮から満潮で潮がこう入ってくると思うんで、そこの入ってくるところのイカをここで狙い撃つって感じになりますかね。まずは、ロットから順番にいくと、ロットはうちの僕のやってるブランドのモバイルロットのケアラシ、新機能のケアラシ72、77MS っていうモデルを使ってます。7フィート2インチと7フィート7インチをスイッチできて、さらにちょっとオプショナルで8インチのエクステンションを入れて最大83まで使える、72から83まで使えるような可変ロット1本で違うかやってます。でそこにリールはシマノのツインパワーの XD の C3000、ラインはエギングマックスパワー PX9 を使ってます。今は 0.8 入れてますね。060815と、ラインナップあるんですけど、真ん中の08使い勝手いいやつをちょっとまだローライトで地形の張り出しとかが見えにくいんで、真ん中のちょっと太めの08を入れてます。リーダーは、こいつ使ってますね。エギングプレミアムショックリーダーを入れてます。2号と 2.5 号を持ってきて使い分けてる感じです。基本的には2号を使うことが多いんですけど、こういう、磯回りで、ちょっとローライトで地形の張り出しとかが見えないときは 2.5 号入れることが多いかなと思いますね。だいたいこの2巻きをポケットに入れて、これでだいたいエギングは完結するかなという感じです。こんな感じでリーダーは入れて、あと私の場合はこんな感じでもう組むのがめんどくさいので、スプールの状態でね、これだと06かな、もうショックリーダー組んだ段階で06、1号、0.8 号っていう感じで全部替えスプールっていう形でもうライフジャケットのポケットに入れて、もうこれごと交換しちゃう感じですね。やっぱ地合いが短いというか、地合いに集中したい釣りなので、少しでもそういう時を大切に使えるようにっていう感じのセッティングになってます。エギングマックスパワー PX9 老舗いいです。2.5 メーターごとにマーカーが入ってるんで、このマーカーとマーカーの、色のついてる部分の境を目線を落としていることが多いです。で大体 2.5 メートルって言ったらワンピッチしゃくってパンパンと2回しゃくったら2回巻くんですよ。そしたらこの1マーカーずつ進んでくるって感じになりますかね。大体ですけどね。もう一番いいとこ取りのシンプルな白、そこに紫とピンクのマーカーが 2.5 メートルに入ってるっていう、断捨離が効いたというか、エギングらしいいらんものがないいい配色かなと思います。
風がある時に明らかに直進性が高い、自分で曲がっていこうとしないというか、まっすぐになろう、まっすぐね、投げた時のまっすぐであり続けようとする性質っていうのは、もう当たりの出方に明確に違ってくると思います。その糸からね、水中ではまっすぐ行ってても空気の出た瞬間プワーって膨らんじゃうんですよね、今までの糸だと。これが芯がある X9 だとまっすぐに竿先にまで来てる、まっすぐに来てるというよりは竿先でテンションかけなくても比較的当たりが出やすい、そういうラインかなというふうには思いますね。こういう状況ですよね。横から来るときに普通のラインだったらもっとパーッと行くんですよ。これが明らかにまっすぐに近い状態で保持できるのが X9 だと思います。正直ね、どんなにエギングでロングキャストしてもまあ 70m も投げない、有効距離でいうと 50m ぐらいまでだと思うんですけど、その距離では低深度っていうメリットはそこまで効いてこないと思うんですよね。ただまっすぐになっているってことによる感度っていうのは明確にきます。伸びないか伸びないかじゃなくてまっすぐかどうか、それがこのエギングマックスパワー P に関しては、イカメタルとかだったらまた別ですよ。まっすぐ落ちてるんだったら風の影響を受けないってことが多分最大のメリットだと僕は感じてますね。潮に置いておくっていうのもそうですけど、なんかこっちから動かしまくって釣ってやったぜっていうよりは、エギっていうルアーがそれこそ世界で最古のルアーフィッシングって言われるようにもう完成されてるんで、300年の歴史をかけてこの行き着いてるこの形にも勝手に仕事をしていただくというか、このエギが一番正確に彼らの仕事すること、しっかりフォールしていくって、あんまブレずに動く、これを僕が邪魔しないというか、ちゃんとエギに仕事させてれば勝手に釣れるかなっていうような、それぐらいのイメージですね。来た来た、当たりがポンと走りましたね。来たよ。オッケー、来たぞーぐらいで言っときましょうかね。来ました来ました、もう来ましたね。はい、来たぞー。はい、よいしょ。はあ、来ました。キロはないな、800g ぐらいだけど、はあ、ちゃんと狙って出した。嬉しい一杯ですね。ちゃんと08と、2号の組み合わせで、まあ一番標準的だと思います。ポンときました。下向きにこう鉛筆のように持ってる時にプンと入ったので、そのままキッと合わせたら乗りましたね。エギングマックスパワー PX908 で来ました。また後で話しますけど、1杯目は返します。バイバイ。行きましたね。まあここから卵を産んでもらってまた増えてくれたらなと思います。あとまあ僕の尊敬する師匠から教わったことなんですけど、1匹目をリリースする限り絶対絶滅することはないって言って、キープするんだったら2匹目っていうのがなんか僕のなんかちょっとした信条ですね。はい、なんで1匹目はありがとうございました、バイバイって感じで続けたいと思います。まず怪魚ハンターの怪魚っていうものは何かって話なんですけど、僕は淡水の巨大魚だと思ってます。1メーター10キロになるようなね。でそれを求めてアマゾンだったり果ては北極圏だったり行くわけなんですけど、彼らはね、海の塩水が邪魔して日本に来れないから僕が飛行機で行くわけなんですよ。一方でそんな淡水域にいない生き物が
イカとタコなんですよ。僕らって背骨があった脊椎動物って言われる生き物の進化の最先端にいると思うんですね。人っていうのはホモ・サピエンスっていうのはいると思うんですけど、一方で無脊椎動物っていう進化のものすごい大昔に分かれたもう一歩の方で最先端にいるのが僕はイカだと思うんですよね。ドラグ引き出すぐらいのパワーで力を持って動いていける背骨がない生き物ってそうそういないんですよ。やっぱりその自分たちから最も離れたところにいる進化の最先端、北極と南極みたいな対極にある存在として、リスペクトというか生き物として純粋に興味がありますよね。進化の頂点、無脊椎動物の進化の頂点が僕イカだと思ってるんですけど、僕もいろんなイカ釣りました。ホタルイカから入道イカっていう、一緒にいた人が釣ったんですけどね、2メーター超えるようなイカまで、10キロ超えるタルイカとかいろんなやつ釣ったんですけど、アオリイカめちゃくちゃ賢いですね。こいつらやっぱり一番頭がいいし、そうなるとターゲットとして狙う獲物としては一番知恵比べが面白いなと思います。それが怪魚ハンターがなぜイカって言われても、僕からすると結構海にモチベーション高く向き合える生き物こそがイカとタコなんですよね。食い気があるのがいればな。来たよ来たよ来たよ。ちょっとこれ誰かフォロー入れてもらってもいいですか。悪くない悪くないが、怖い怖い。よいしょー、やりましたー。おお、いいんじゃない？いいよこれは。やったね。1キロぐらいだと思いますけど、これぞっていうこの横の島が入ったやつ。もうね、沈んでいく時にドンって感じで上がりました。これもうそれこそ低深度 3% の恩恵かなと思いますね。感度で取った1匹だと思いますね。ギュッて落ちていくとコーンと入ったんで、ピシッと合わせたらもう結構表層まで浅いところで食ったんじゃないかな。いきなり浮いて、いきなりパンパンってもう墨を上に吐いてるような感じでしたね。あとはちょっと見ての通り、そこの沈みがあったんで、ここで走られたらまずいなと思って、ちょっとこういう場所だったんで08で、体感的には08なんですけど、1号を使ってるぐらいの安心感が新ありの P なのでありましたね。やりました。よし、嬉しいね。これ X9 っていうのが中に芯が入って、でそして低深度っていうラインなんですけど、その中に芯が入ったからそれによって低深度になったわけじゃなくて、その外側のね
8本の編み方自体が従来の X8 とは違う縦編みっていう編み方を変えてるらしくて、でそれによって3% 台っていう、低振動高感度で操作性の高い差を実現しているラインになってます。今、このロケで今どれぐらいだろう、1日半使ってるんですけど、1回もエアノットというかティップ絡みしてません。これはやっぱ硬さのなすメリットだと思いますね。やっぱ細い P でやってるんで、投げた時にねティップに絡んだりするとやっぱラインを痛めて、ゆくゆくは肝心なところでのラインブレイクっていうのにつながってしまうので、硬さによってねエアノットができない、ティップ絡みが起きにくいっていうのは大きなメリットになってくるかなと思います。めちゃくちゃ見やすいですね。やっぱ白いラインはまず目時の光を受けてパチッと見えてますね。来た。はい、来た。大体っすよ。そんなに大きくはないけど、でもちっちゃくねえな。さっきのと違うかもしんない。よし、すみません、ありがとうございます。よいしょー。岩の影裏から来ましたね。悪くないサイズだと思います。ほら、これは違うっすよね。さっきのとまた違うの来た。よし、ムラムラチェリーサイトでやってて、岩のちょっと深いところに沈んでいくのが見えてたんですけど、オレンジピンク色がピューって横に走ったんで乗ったなと思って合わせました。いいやつ釣れましたね。事前にねちょっとちっちゃめのイカが見えたんでそいつを狙ってたんですけど、もう下にもう一段階でかい、親と言えるサイズがいました。よかった。うわー、フォールを制する者はイカを制すだと思いますね。ゆっくり沈んでいくときにフューって持ってきましたね。その急ぎ輪の攻めを可能にしたのもね、ちょっと取ってつけたような言い方かもしれないですけど、やっぱ強いラインありきの攻めなんで、キワキワをちょっと沈みの岩の横を照らしたらカーンと入ってってくれて取れましたね。はい、じゃあ今日一日通して、エギングマックスパワー PX9、使ってエギング楽しんでみました。まずねこの X9 構造がもたらすね 3% 台の低振動、伸びないっていうことですね。これがもたらす、感度、直進性、これによってね風の影響の受けなさと、それとあとはやっぱりこの強度、やっぱ急ぎ輪でもねいいイカを引っ張ってくることができたかなと思います。あとはやっぱりこの硬さ、 X9 構造による硬さ、トラブルレスっていうところにねものすごく恩恵を感じました。今日一日やってみてエアノットはゼロですね。もうほんとここの部分はぶっきりしましたね。あとはこのカラー白を基本にして、紫とピンクと、マーカーが入っていてとても見やすかったので、エギのね繊細なあたりを取れたかなと思います。もうむちゃくちゃねコスパが高いなと思いました。いい道具を使うと結果的にねコスパが高く道具を大事にしてね釣りができたかなと思います。皆さんもねこの今度発売になるエギングマックスパワー PX9 で、いいエギングを楽しんでみてもらえたらいいかなと思います。じゃあ怪魚ハンター小塚拓也でした。またどこかで。
バイバイ。